や電車でも結構この乗り換えが新ちょっと待って一回宿かけますね。新宿に向かってもらうよりどっか途中でピックアッそうプですきない？でよね。でその他は皆さん揃ってますか？あ、じゃあ向かいます。一回そっちに。いや、それで出たから8時くらいに着くよって言ってた。とてもないところから来るかもしれないです。今中がね電話かかってきたところからもう回し続けてますよ。使わねえもんな。2014年3月、是枝裕和監督は最新作「海よりもまだ深く」の撮影準備に取り掛かっていました。クランクインまであと2ヶ月です。是枝監督は映画の脚本を作るとき合宿をするのが恒例行事です。新作の「海よりもまだ深く」は妻子に逃げられた作家崩れの亮太が主人公のホームドラマ。監督の原案によるオリジナル脚本です。僕吉沢太陽は亮太の一人息子慎吾を演じます。裏紙。はい。これだけ直したってことですか？何回直したんだろう。1、2、3、4、5、6回かな。この合宿にはかつて是枝監督の助監督につき師弟関係にある西川美也監督も参加していました。まあ、例えば私はすごいじわじわ直していくから、一日でお尻までとかなかなか到達できないんですよ。でも監督は割とこういっぺん、早いですよね。一日で頭からケツまでいかないと、あ、これ嫁さん出てくるタイミング遅いなとかさ、そういう時間で考えられるようになるから、それまでやっぱシーンごとのセリフがどうこうなんだけど、全体の流れでやっぱり頭からケツまで直しができると、あゆみさんの出をもうちょっと上げようかなとかが見えてくるとね、最初に思いついたのいつですか、今回の。最初にちっちゃな手帳に書き始めたのはもう3年ぐらい前。メモ書きを始めたのは一番最初に書いてるの、仏壇の線香立ての中に埋まってるちっちゃな線香を出して、捨ててる実家の息子っていう、そっから書き始めてる。それをやりたいと思ったんだ。それがそういう描写を含まれる親父が死んでる母親と息子の話っていう、そこが最初のページに書いてある感じ。それは何で思いついたんですか。自分でやっててこれ切ないなって思って。実体験。そこは線香刺そうとした時になんつったらいいの、あるじゃんそういうの。それを自分でやった時に面白いなこれと思って。そうなんだ、そこからなんだね。そうなんだよ着替えていい？監督の実体験から生まれた海よりもまだ深く。映画の舞台もかつて監督が住んでいた団地です。しかしどこの団地も撮影許可が下りません。監督の団地はこういう感じだったんですか？
分譲だからちょっとこっちの方が広い。あ、分譲なんですね。俺が住んでた賃貸は階段挟んで片っぽ 2DK で片っぽ 3DK で。なんかしつこく客の中で分譲と賃貸の、格差社会。格差社会がね賃貸の中でも階段の左側か右側かで、あいつの家 2DK だからなっていう。そうなんですか。 2DK と 3DK で格差があって。この日は台風のシーンで雨宿りができるタコの滑り台もロケハンします。とりあえずこういう滑り台だとしたら、まあこういう中に隠れてるってことかなっていう。制作担当の中丸尾さん、主に脚本からイメージした撮影場所を探すのが仕事です。もっと閉鎖されてていいのよ。あ取りにくいかもしれないけど、これだと吹き込むから台風だと多分本当はこんなにこれ白い方はね、まあ、今から出てくるタコの滑り台はみんなもっと頭のとこが狭いんで。自分と相手はいつまでも愛し合います。なんか書いちゃったりしてね、亮太が。俺たち別れてもずっと一緒だぜ。ずっと家族だよねみたいな。旭ヶ丘、まあ旭ヶ丘は許可の問題がありますけど、もう今新しいのになっちゃってるんで。旭ヶ丘団地。監督が脚本段階からイメージしていたのは、かつて自分が住んでいた清瀬市の旭ヶ丘団地でした。団地の許可が下りない中、タコの滑り台のロケハンは進められました。はい、そこまででいい。これ居場所がねえな。雨がすごい滝のように流れてくるんですね。外観はここを使うにして中入ってったら中入ったらなんかここの中に入る的なように見せて、中はセットで別で撮ってますね、スケジュールで。そっちですね。給水塔があって、これもすごくいい形で、そこにある自動販売機ってすごい地位的にはすごくいいですよね。この通りは使いやすいけどね。だからこれがそのタコの滑り台は決まりました。清瀬市は清瀬市なんですよね。あとは団地です。ベストなのは旭ヶ丘団地の団地で部屋が空き、中がそこで取れれば、さっきののしおのバスで周りの給水塔と公園を使ってやっちゃう。ロケハンと同時に美術と制作スタッフとの打ち合わせが始まります。おはようございます。脚本に書かれているすべての小道具やロケ地の状況を確認していきます。町田と亮太と一人ラーメンと餃子一皿ずつあるぐらい。それ餃子はラーメンは一人ずつで、餃子は一品で二人で分けて食べるのか。はい。年賀状の一応送り主の住所は練馬にしようかな。この日は監督への質問が集中します。準備するスタッフも必死です。これもう名前もう決めた方がいいよね。もうこれで準備決まるもんね。じゃあね。ちょっとお疲れ気味の監督を救う小道具がこのカルピス氷。今回団地の頃の思い出の味も登場させます。これギザギザスプーン。一番上が一番甘いんで。100シーンを超える確認作業は6時間に及びました。クランクインまであと1ヶ月。是枝監督はある場所に向かっていました。
監督するのは2の3の6ですか。232です。中丸尾さんの粘り強い交渉のおかげで旭ヶ丘団地の撮影許可が下りたのです。僕83なんで朝は9センチ。この中覗けるんですか。覗けますね。覗けます。覗けますね。じゃあ山崎さんが中山さん中からね。カメラが入らんって言ったら上に壊せセットにしてもらっていいですか。いやーそれは撮りたいな。なぜかここだけ見えるわけじゃん。ああなるほどね。これはセットでいいですか。あ横一なの。そう全部全部こっちで。この間取りで書いてしまったので脚本をマジで、はい、よかったです。全くこの間取りで今書いてて、この距離感のでセリフ書いてるから、これね空間が変わるとね実は非常に変わってきちゃうんですよ。現場で時間かかったんでしょ。必要でしょ。これは違ったな、距離感違ったなつって。これはとてもありがたい。そうです。取り替えて。監督と同じく団地が決まってほっとしたのは美術の三松さん。夜のシーンが多い今作、団地では遅い時間まで撮影ができないためセットを建てることが決まっていました。昔あの辺で遊んでたの、今立ち入り昔入れたんじゃないですか。そんなことない。そこ野球してたですね、絶対。野球して好きな子のうちにボール打ち込むで取りに行くっていう。それは思い出でしょ。小村さんっていう子が242に小村さんがいたと思ったんだな。あそこ？まさしくそこじゃないですか。234に長岡君、その辺に福住君。ああ、福住君。今福住君使ってますよね。分譲に新田君と柴田君。ああ、新田君。今回名前たくさん使ってる。名前たくさん使ってる。是枝監督は9歳から28歳までこの旭ヶ丘団地に住んでいました。立派になったね。どうすんだよ。監督を捕まえてこれちゃんなんて言ってくれた。こんな時でしょ？こんな時ですか？小学校ね。小学校。お母さんが本当言ってればよかった。そうなの。ちょっとね間に合わなくてね。ねえ、本当お母さんに合わせたい。ねえ。団地に住んでる家族の話で、お隣に住んでる奥さんの名前を長岡さんにしてあげた。ちょっと勝手に使ってるけどいい？すいませんね。いえいえ。公開は先になりますけど。来年でしょ。もうちょっと先かもしれない。まだ先。死んじゃうじゃん。長生きしてくださいよ。死んじゃわないうちにね。あ、そうですか。まあ頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。前歩いてもやった時に、自分の母親のことを形にしてみようかなと思ってやりながら、すげえ個人的すぎて無理だよって言った人たちもいたけど、結果的にはその方がむしろ広がったっていうか、いろんな人があれは俺の母親だっていう人たちがいたから、そういう広げ方って最初から社会を意識するんじゃなくて、足元掘り下げてた先に社会が見えてくるっていう、社会的なってことをやっぱり意識して始めたからね。ドキュメンタリーからスタートしてるからさ、今起きてる事件をじゃあどういうふうに考えてっていうようなことで社会性っていうのを考えてたけど、今生きてる自分の足元を掘っていくことで、その向こうに見えてくる社会性みたいなものにいっぺん立ち返っているので、今回はだからそれを徹底的にもっと歩いてもよりももっと純度を上げてるっていう感じです、自分の中では。今作には歩いても歩いてもにも参加したメインスタッフが集められました。衣装の黒沢和子さんもその一人。お気に入りの家の時は紫ベストみたいな、おばあちゃんの原宿巣鴨とか島村とかのものかなと。文字でしかなかった人物に彩りが加えられます。そして脚本のアイデアも。あんまりびしょびしょになると次の日着替えなきゃいけなくなるので、多分このおばあさんは何でも取ってあるんだと思うんですよね。
この色合いから爽やかな色に変えるっていうのはできるかな。昔着てたなんかちょっと白っぽいもの着るのはいいかもしれないですね。それとも監督はいいアイデアは積極的に取り入れていきます。どっちがいいのかなって。美術の三松さんもこれまで多くの是枝作品に参加してきました。是枝さんの時は本当にもう表面だけじゃなくて本当に中の本当カバンの中身とか引き出しの中全部作るとかそういうのが一番活用される感じが是枝さんの時がある。自由にさせるからお芝居をだからいつでも何でもできるようにしておくとかもう誰も知らないとか、まあ、ディスタンスとかも全然そうですけどでそれが使われたら面白いじゃないですか。なんかね結構そういうのが面白いんですけどね。50ですか。ポテトチップス。これも作り。これとかも可愛いねんけどね。可愛いですね。これは一回監督に見せた方がいいかね。2回目の美術打ち合わせは実際に使用する小道具を決めていきます。これは亮太が書いた本。いくつものサンプルが用意されました。はい、これ、まあ、これにするか。一番シンプルにしようか。しっくりきますか。監督の実体験をもとにした線香立ての掃除のシーンに使用する小道具には細かく指示が出されました。はい、カップ麺についてるビニールの安い割り箸の中に入ってる1本の用紙が使えればいいなと。はい。ずいぶん固めましたねここれ今160分ぐらい入れてるんですよ。2ヶ月か3ヶ月かちょっとなかなか掃除してないかなっていう。れ。燃え残りですか。燃え残りを全部入れてはい、ますわかりました。ね。はい。じゃあ大丈夫ですよ。ほぐしてください。96台所セットのナイター。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあお上がりください。衣装合わせ。この日からいよいよ役者と顔合わせ。登場人物のイメージを固めていきます。そのネクタイは黒澤明のネクタイだそうです。マジですか。ちょっと目覚めます。明さん、次男坊ぐらいですかね。はい。職場の先輩ん家行くのに友達ん家だったらそうですね。ありかもしれないけどな。チノパンぐらいのチノパン。下になんかもう一枚着ても大丈夫。 T シャツとか。ちょろっと見えてる。はい。じゃあちょっとこう首の詰まった T シャツ用意しときます。はい。ちょっと今首が詰まってるっていうんじゃないんでしょ。なんか下から出ちゃってるっていう感じなんですよ。ちょっと見えちゃってる感じで。はい、キープで。はい、ありがとうございます。汚しときます。これパジャマ。監督は団地の暮らしをイメージしやすいように共に暮らした家族の写真を見せることにしました。歩いてもの時にここからトウモロコシ盗んだっていう話した。トウモロコシは。有名なフィクションです。これはもうこっからこうやってちょっとこういうふうにしてこういう設計の人いるのに、お写真があったから。そう写真の通りにただね白髪は使いたいんですよ。いいよこの感じ。これか。そうそうそう。これが絵手紙。お母様ね。これが上手なの。意外と手先が器用だったので、時々こういうのが僕宛に届いた郵便物と一緒に送られてくるんですよ。アパート。絶対にお母さんは息子が可愛いんだから。姉2人は北側の四畳半に押し込められて、日当たりのいい南側は長男の僕の部屋っていうわかる。凄まじい差別。僕は当然だと思ってましたけど、姉は未だにそれを短くなったお線香が1本、
脚本のセリフが声となり、おばあちゃんとおばさんが目の前に現れます。もう全然もうほんと先生知った。こんななっちゃってんじゃないの。私はもともと下手なの。お母さんに似たんです。私そんな下手じゃないですよ。だったら当てなぐらい自分であれしなさいよ。動かないって言ってんじゃないの。動いてんじゃん。もうね動かないのよ。やめなさいよ、ドリフじゃないんだから。大気バルセってやつじゃないの。うちにも一人いるけど、大気。まあ大きいことは大きいけどね。ね、あの子私に似てないと思わない。何の言うこともないですよ。千夏はもっと怖い方がいい。いやいやそんな十分怖い。お母さんにいたんですって時のこうちっちゃい「う」が入る感じとか、そういうところにこうちょっと母親譲りの母親譲りの毒がちょっと。私がね是枝さんにこうやってねご縁があるのはね、その毒の部分でねちょっとね他の女優にはないから聞いていただいて。はい、では本読み以上になります。はい、キキさんは本日終了になります。なんだけど、本当に一生懸命来たんだけどこれだけだった。衣装合わせが終わり、脚本作りも最終段階。監督助手とともにワンシーンずつ脚本の内容を確認していきます。亮太は仕事を夢とは捉えてないです。仕事だと思って、このやり取りがちょっとなんとなく返しが違うような。慣れなかったことに対してすごく自分の中ではさ負い目があるじゃん。だから慣れたかどうかが問題じゃないんだっていうこと自体がもう嘘なの。それは慣れなかった自分に対する言い訳では108決断109ほとんど会話しません。このぐらいです。110はもう一ひねりします。多分思いつけば。ただざっとに聞いていく感じはぜひなりたいかった大人になれなかった人たちの群れにみんなの中に亮太が聞いていく感じです。300人もいますか。以上です。はい、ありがとうございました。撮影場所の飾り込みも始まります。こちらは亮太のアパート。嬉しいですね。なんかこういうの。こっち本物なんですけど、こっち作り物なんですね。汚すと色が馴染んできますよね。ちょっとこれがあって多分亮太の人生が変わってでまた本を書こうとしてるわけですもんね。何冊かあるうちの1冊しか取らないのかもしれないですけど、やれることやっといた方がいいなとは思いますよね。できましたか？撮影1週間前、ついに脚本の決定稿を印刷する日が来ました。これで監督の脚本作りは終わりを迎えます。お疲れ様です。いい作品を作るにはアイスコーヒーとポテトチップスと56別にこれから先直しませんよっていうことじゃない。ただ絵的にはああいうなんか今言いました。っていうのをなんつったらいいんだろう。何を決定したから決定項っていうなんだろうね。決定項っていうものの意味は、何かを決定する必要があるんだろうかってことを今一生懸命考えてたんだよ。田口さん、この人撮影こうやるつもりでいますよ。別にいいんだよ。印刷はしなくてもいいんだよ、撮影項は。
まあ儀式みたいなもんだよな、だからな、決定こっちのな。カオルちゃん中にかけて、カオルちゃんこっちです。この日は映画に関わる全てのスタッフが顔を揃えるオールスタッフ。ご挨拶されますか。はい。では是枝裕和様より一言いただきます。まるちゃん頑張っていただいて、僕が17年ぐらい、暮らした清瀬の旭岡団地というある種の原風景が、今回映画として展開できるという非常に幸せな気分で今ロケハンをしております。今までの自分の作品の中では歩いても歩いてもに一番近いと思っていますが、歩いても歩いてもやった時に自分はこういう作家なんだなというふうに出来上がった時に、思ったんですね。その世界観をより深く掘り下げてみたいなというふうに今回この映画を撮りたいと思っております。コンテを今、昨日からですが書き始めましたけれども、もう初めてでない方はご存知だと思いますが変わりますので山崎さん持ってきてもくれないと思いますのであまりこれに当てにせずというか縛られずにですね、いいものを現場で作っていきたいと思いますので安心しないでください準備期間が終わり、映画はクランクインを迎えます。是枝監督はここから現場の演出に力を注ぎます。撮影の山崎さん、照明の押田さんと歩いても歩いてもを作り上げたスタッフが揃いました。今回使用するのは 35mm のフィルムカメラ。撮影カメラのデジタル化によってフィルムを使う現場がなくなりつつあります。そんな中、デビュー作からこれまで監督はフィルムの撮影にこだわってきました。もう一回おっしゃって、フェードおっしゃって。はい、まだ OK。はい。ではスタッフの皆さんにご紹介させていただきます。篠田亮太役の阿部寛さんです。はい、では是枝組、海よりもまだ深くクランクインします。よろしくお願いします。わかりました。はい、シーンにカット1トラック1。はい、よーい。はい。コーヒー頼むぞ。はい、カット。はい、カット。OK。はい、OK。海よりもまだ深くはこれから1ヶ月半の撮影に入ります。あなたこんなとこから通ってたのね。そうです。ここから通ってました。すぐそこ。偉かったね。すぐそこに進んでた。はあ、そう偉い。こんなとこなんて言っちゃいけない。これは素晴らしい団地だったのもね、当初ね。妻子に逃げられたダメ男の亮太に阿部寛。そんな息子に愛情を注ぐ母親のよし子にキキキリン。歩いても歩いても以来2度目の親子共演となります。やっぱりな、やっぱ分譲だな。そういう感じして。是枝監督は脚本を書き始めた時からこの2人をイメージしてきました。家族は僕の役もそうだし、母親役のキキさんの役もそうだし、本当に生活してるっていうね、力まずに生活してるっていうところがすごくよく描けてるなと思いましたね。夢を追い続けて、でお金もなくなって親のすねをかじったりはしてる、ダメになりたくないのにダメになってしまう、そういうなんか男の意地みたいなものをなんか脚本の中にすごく繊細に書かれてたんでね、そこがすごく楽しみだなと思って。
私一人で幸せにやってるんだからね、自分なんか迎えに来ないでねって少しここ遊び心で軽めに言ってもいいですか。本当に怒ってる。本当に怒ってる。本番。よーい。はい。私一人で幸せにやってんだからまだしばらく迎えに来ないでくださいねってそしたらってこっちの方に逃げてった。いい話がそう残念で。はいカット。はい。カット。全くセリフが聞こえなかったんでちょっとチェックします。はいチェックします。いい話かと思ったよ。残念でした。OK です。OK です。じゃあ埋まりでいいですね。はい、埋まりでいいです。埋まりです。埋まりです。現場。ありがとうございます。すいません。いやいやとても良かったです。私はセリフはもう一軸変えないようにしようと思って。特に是枝さんのは手にオファーに至るまで考えてるからね。ぐちゃぐちゃっとなっちゃうと流れてっちゃうからね。あまりに何でもない日常だから。その調子でもって頭で覚えちゃうともう流れてっちゃうからその都度の気持ちをこう作っていかなくちゃなんないからいわゆる事件があった方が楽なんですよ映画はね。何でもない日常を描く監督が住んでいたのと同じ間取りの部屋を舞台に撮影が始まります。家具一つにも監督の細部へのこだわりが現れます。一番汚れんだ。一番汚れんだ。うちだけかこれ。そしてもう一人撮影の山崎さん。美術スタッフの仕事までやってしまうのは山崎さんおなじみの風景です。はい、亮太さん入ってもらいます。ボーナスだってちゃんともらってますよ。いくら？いいじゃん。あんた嘘下手なんだからお父さんと違う。リハーサルを終えるとカット割りカメラポジションの確認に入ります。ローアングルの世界入っていくかな。これで。それもう一個いきます。ローアングル入っていくかな。そういうこと言うといいわけ。そういうこと言ってほしいわけ。しかし狭い部屋の撮影ではカメラポジションが限られてきます。まあだからそうするとあんまりそっちへ行けないんですよ。ずっとそっち行っちゃいますから、逆に思い切って思い切っていっちゃう。正面入れちゃうからまたさっきと同じです。これじゃあそっちそっち。します。失礼します。最適なカメラポジションを探る作業が繰り返されました。なんてありませんよ。硬すぎた。ケチりすぎだよカルピス。ありがとう。はい、はい、カット。以上で。はい。はい。では、火の方は以上です。はい。最後、お疲れ様でした。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 で、なんで一人でソロプレイで。こちらはオンリー撮り。撮影後の仕上げ作業で必要になる音を個別に録音しておきます。はい。すごいいろんな技がありましたよ。いいですか？はい。すごい。OK です。お疲れ様です。もうキャリア長いんでね。海よりもまだ深くにとって団地ともう一つ
映画の世界観を作るために重要な要素が台風です。人工で台風のシーンを作り上げます。マキさんの初日はこの台風の撮影から始まりました。強すぎ強すぎ強すぎ。そんな中で窓開けるか。すいませんでした。ちょっと強すぎたよな。あれだともう強すぎだわ。強いにも程があるわ。びっくりした。どうしようかな。そして別れた両親の間で揺れる慎吾役は僕、吉沢太陽。ここね、マイクつけたけどね、セリフないから大丈夫。太陽君がやる慎吾君って役と、今は別々に暮らしてるパパがおばあちゃんが住んでる団地に向かうっていうシーンなんだけど、お芝居をするのはこの海よりもまだ深くが初めてでした。次はランチセンターでございます。運賃をお支払いの際、お釣りのある方はバスの降車ボタンを押すのが人生初のお芝居でした。すごいちょっと緊張した。おじさん乗るならいっぱいいるもんね。これからだね、頑張ってね。はい、頑張ります。この日はよしこの家に3つの家族が集まるシーンの撮影。狭い部屋で7人の役者がお芝居を行います。監督の根底には役者の動きが細かく書かれていました。ちょっと自慢げな感じね。おばあちゃんがお金払ってくれる。おい、これすごいな。いいから向こう行ってなさい。おばあちゃんがお金払ってくれるんだってっつってもうポーズ決めちゃおうって。おばあちゃんがお金払ってくれるんだって。そうだね。監督は脚本に書かれていない登場人物の動きを細かくつけていきます。セリフ部分を向こうから取り直しますが、最初のセリフの出までの間をもうちょっとください。で、なんで姉さんがいいんだよはゲームを見ながらでもいいですよ。はい。姉さん見ずにって一言も。はい。これは亮太ではなくて姉さんが動きます。姉さんが動きます。リアルにそのぐらい上げた方がいいかもしれない。言ってください。ごめんなさい。カメラに刺さるぐらい言っておくよ。すいません。この狭さで暮らすと冷蔵庫はここしかないなとか決まってくんだよ。やっぱりテーブルの大きさこのぐらいじゃないと無理だとか、それを無理して入れると本当に冷蔵庫開けた時に座ってる人はこういう動きになるじゃん。ただそれでもやってたからね。そんなに生活の中で人って立ち止まんないじゃん。セリフをこう生活の動作の中にまぶしていくと多分間でも持つよね、きっとね。水飲みなさいよ、水。これ、はいはい。フィギュアです。庶民がやっちゃいけませんかね。さっき京子に電話したから、三上君。京子ちゃん来んの？人の動きに加え、さらに3人のクロストーク、そしてこんなゲーム音まで。やりたい放題の監督に頭を抱える人たちがいました。シュークリームやめ。声っていうのはそうああそうだ録音部のメインイベントです。
死にそうです。でも是枝さんこういうの大好きだから、狭いところで人たくさんでぐちゃぐちゃぐちゃっとするのがなるべくそのぐちゃぐちゃ感をね、あんま整理しないようにしないと面白くないでしょ、やっぱり。でももう度胸試しみたいな感じだね。録音部はオンリードリやゲーム音のありなしなどいくつもの音を収録することで監督の演出を支えています。役者と技術スタッフの力によって映画の中にリアリティがもたらされるのです。そんなリアリティの追求は違う形でも見られます。レースの臨場感を出すため普段から競輪場に遊びに来る人たちをエキストラとして呼びました。なるほどですね。本物が結構来てるかもしれない。でマクレを言うときってどのタイミングで？マクレは一番最後。そうですね。ここ4回ってからです。あ、そう。はい、もう最後の100メートルぐらい。はい、カット。カット。オッケー。オッケーです。はい、オッケーです。皆さん素晴らしかったです。本当に。ありがとうございます。僕も来てたと思うんですけど、何でもやってたので、競馬も競輪も競艇もどれも。ただジャンが鳴ってるのを聞いてると生きてるなって気がするんだっていうのを親父が言ってた。本当に母親に怒られた時にそういうふうに見てて、ちょっと聞いた病気よそれはって言われてましたね。だけどはい、カット。カット。今のもいけそうな気もするんですが、一応これ渡されるの待ってるんですよ。是枝監督は撮影が終わるとその日のうちに撮影した素材を編集します。この作業によって翌日以降の演出プランを立てるのです。なんか思いついちゃったか？しかし時にすいませんこんなことを考えてますどうでしょうどっか住宅街の電柱に猫探してますみたいなのを張り紙してる2人っていうのを入れて、問題はだからこういうなんか電柱が並んでる道端がどっか見つかるかなって。監督が思いついたのは撮影場所の変更でした。これは曲が間に合うないか残念ながら監督諦める感じですか？どっか野球場の諦めないんだ。諦めないんですね。グラウンドの脇かなと思って絶対やるんだ。わかりました。グラウンド脇とかだよね。ダメだよね。だって道路使用出さなきゃいけないんだもんね。ってことでやっぱそれだよな。いやいやどこでも一緒だよね。今から探してもらってっていうことになるとちょっと相談してみます。ちょっとそれあれ？それから数日後、急にシチュエーションを変えて申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。優秀なスタッフと理解のある役者たちによって是枝作品は支えられています。で張りながらのお芝居になります。本当に
プが難しいんだよ、テープが。テープ難しい。はい、はい、いいですね。ちょっとね、急なお願いに応えていただきました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。中村バじゃあ車は学校の駐車場で。これでよかったよな。いいシーンになりました。この日は映画の見せ場である台風の撮影です。近隣住民の協力のもと、この大掛かりな撮影は成り立っています。やってみて、もし聞こえなければ拾ったやつを見せ合うみたいな。まだ足りないからってみんながまた探し始めるぐらいで終われればいいので、全部は集まってないんだなってことが分かれば大丈夫です。じゃあ頑張って1時間で。はい、お願いします。はい、今日3カット。はい。じゃあちょっとナイター準備します。はい。京子さんが出てきて探し始めてしばらくしたらいいところで信号がはい。でだいぶハリケーンの音とかがうるさいので、はい。聞こえるかどうか。ちょっとあれかな。ちょっと2人でちょっと動いて歩いて。風なし？今洋服の濡らすだけで。もうだいぶ行きましたね。だいぶした。目立つから助かる。じゃあまあこんなはいあ、なんか飛んだ。ビニール袋だ。嘘だよ、嘘。俺側。人だ人。嘘だよ。安倍さんその時人って時に照らしましょうか。本当？うん。照らした先を見てみよう。はい。嘘だよ。死が犯してありません。で動く。はい。ここまでです。お願いします。はい、雨風出ます。お願いします。はい、カットー。カットです。いいかな。はい、オッケー。オッケー。オッケー。カット。トランクに。音。音、幅よーい。はい。明かりがね、いい感じでね、なんかいい雰囲気だった。一人で。そう、いい雰囲気だった。はい。これで喋ってるの。オッケー。ああ、よかった。ああ、よかったよかった。風邪ひかないように。じゃあありがとうございました。はい。今日任せて帰ってきます。大丈夫、テンパーになってます。お疲れ様ですか。一人だけなる。全然です。撮影も後半に入り、いよいよセットでの撮影に入ります。若松池田さんに清瀬だ。清瀬です。いろんなトラップがあったんですよ、そういう意味で。トラップというと私の寸法間違いってことです。
スタジオに旭ヶ丘団地の篠田家が再現されていました。これ水入っててほぼ完成ぐらいにしようと思ってきゅうりちゃんもよくまあねまあよくまあそんなふうにしてね。あ、来ました。まあれ少なくしといて。セットのおかげで朝からでも夜のシーンの撮影ができます。これでお芝居を丹念に積み上げていきます。ここにいたままあんまりそばに言うのが嫌だ。置いて、そうですね。置いてシャッターして台所へ行くぐらいの。ね、京子さんがたまに来てくれると助かるんだけどね。ああ、難しいかね。ほら俺たちあれなんだからさ。困ります。別に川の字でしごく間に挟めばいいんじゃないの？久しぶりに家族水いらずで。はいカット。はいカット。はいカット。オッケー。オッケーです。はいはい。じゃあカット3切り返します。はい。素晴らしい。監督と役者たちは登場人物の微妙な心の動きを確認しながら撮影を進めていきます。ここに来た理由がお金のことだって40ミリちょうだい、真城さん。バレたくないでしょうし、その辺はちょっと前のめってて前のめって大丈夫です。もういいけどね、無理して言わなくてもぐらいで作文を布団の上の方に置いてもらってもいいですか。わかりました。ちょっとそんな形に。はい。このさ、テンションなんですけど。いいよさっき。大丈夫ですか。そうなんか微妙だなと思って、ここのちょっと喧嘩があって、うんざりしてる感じもいいと思いますし、感情的にグッといわゆるこうダウンしてる感じで言っといて、ごっこはごっこでしょっていうぐらいから少しこう上がっていく感じも、さっきの。大丈夫です。お願いします。作るかもね。それで急いでるんだ。ダンさんだよな、そんなの。違いますよ。人生設計っていうんです。愛じゃないね。愛だけじゃ生きていけないのよ、大人は。その頃僕はスタジオの隅でキリンさんと次のシーンの本読みをしていました。そんな顔してね、そんな顔して嫌なもんじゃないわよ。じゃあ宝くじ当たったらみんなでも一緒に暮らせるの？そうね、ぜひそうしてちょうだいな。はい、どうもありがとうございました。キリンさん本当は僕のために練習してくれてたのかな。で色が黒が多いんで黒以外の色でペンをちょっと変えたりして。ああ、なるほど。三松さんが作ったタコのセットも出来上がりました。この頃になるとちょっと緊張がほぐれてきました。冷たいんだよ。パパは何になりたかったの？なりたいものになれた？はまだ慣れてない。でもさ、慣れたかどうかなんて問題じゃないんだよ。大切なのはそういう気持ちを持って生きてるかどうかってことなんだよ。はいカット。オッケー。はい、オッケー。言葉にしない表現がどんどんできるようになっちゃってるから、なんだろうね。普通子役はさ、セリフをどううまく言うかっていうことでもう終わってしまうというかな。それがうまく言える、感情を込めてうまく言えるとよしってされてる存在なんだけど、あんまりそれが好きじゃないけど、あの子の場合はむしろちゃんともう間合いを使い始めてるから何なんだろうな、やっぱすごいな。ちゃんとした大人の芝居をしてるんだよね、7年。
相手も良かったんだよ。みんな真面目な。素晴らしいですね。信号の前の足の下を子供だって言って大人だって言った。いつ大人だって言ったの？この前言ったじゃん。もう子供じゃないんだからもう少し楽しそうにしなさいよって。川の字の代わりですよ。おばあちゃんが引いた布団の川の字をここで実現するわけだ。セットでの撮影も後半に入り、この日は亮太とよしこの重要なシーンを迎えます。3年前、監督の書いたこの小さなメモ書きが海よりもまだ深くのワンシーンへと変わっていきます。本当に線香でびっちりで刺せないぐらいに、その硬くて刺せないんじゃなくて、線香がたくさん埋まってるんで引っかかっちゃうぐらいにたくさんにしたいんだ。灰をバーッと開けた時に、うわこんなにたくさん線香の数がっていう。監督が線香立ての実体験を盛り込んだのは台風の夜、親子の会話のシーンでした。線香立ての掃除をしている亮太。起きてきたよしこは窓から外の様子を見ます。たわいもない話をする親子。よしこは突然、私が死ぬだろうと切り出します。このセリフをきっかけに、今まで口にできなかった思いを亮太に語り出します。わあ、すごい風。なんか飛んでった。朝にはいなくなるって言ってたよ。まさか40年も住むことになるなんて思わなかったわね。すいませんね、会社らしの息子で。私が死ぬだろう。なんだよ、縁起でもないこと言わないでよ。いや、縁起とかそういうの関係なく、きっと死ぬじゃない。死ぬじゃない。ここで、多分ここでさ、いいこと言ったみたいな感じで、はい、最後ここまで。はい、ありがとうございます。はい、カット。桐さん、今度私が死ぬだろうって時に窓辺を離れる流れでやらせてください。私が死ぬだろう。私が死ぬだろう。もう一度やってみます。はいはい。40年もここに住むことになるなんて思わなかったね。すいませんね、会社らしの息子です。私が死ぬだろう。何急に縁起でもないこと言って。いや、縁起とかそういうの関係なくさ。ここに座るタイミングは今の方が、ちょっとさっきの長い長いですね。はい。座って、座りながらというよりは座って長い。私が死ぬだろうっていう。そうですね。はい。そうしてみましょうか。タイミングとしては。窓辺にいる時間をちょっと短くします。一つ目よりも。私が死ぬだろう。大きな動きとしては。はい。大丈夫かな。セリフのタイミングを初め予定していた窓際よりも亮太の近くに変えました。同じセリフでもどこでどのタイミングでセリフを言うかによってその意味は大きく変わってきます。これは余談ですけどね。はい。私が死ぬでしょ。
すごく劇的な感じがするんですよね。もっと投げない方がいい。中ぶりしゃぶり食いながら言うのはなんか手笑いの意味とかっていうそのさりげないっていうのもあるのかな。最初さらっと窓辺であそこまでは行っちゃおうかなと思ったんだけど、今座ってふって国さんの入り方は見事なんだけど、まあドキッとするよね。今のはでもドキッとさせて、それでようやく振り向くかなっていう亮太。窓辺はラジオきっかけにして動かしてたんだけど、まあ、確かにさすがにそれだと窓辺の立ってるのが長いので。それが私が死ぬだろう、あのぐらい強くていい気がするな。それで初めて下向いてた息子が見るんだと思うんだよな。まあずっといろいろ動きながら流れでやってきてるから、あそこはここは決めようかな。あそこは決めようかな。これをどこまで引っ張るかちょっとこれやってみて。こう座りタイミングをもうちょっと探りますけど。段取りよりも窓辺で粘れるんだったら本当もうちょっと粘りたいんだけど、本番になってくると意外と長く窓辺もいけるかなと今また思い始めてる。当初の構想通りに窓辺を長くいけなかった。キリンさん、これ、私が死ぬだろうっていうのをちょっと窓辺でいう形でもう一回見せてもらってもいいですか。はい。ちょっとそこまで動いてみます。はい。私が死ぬだろう。はい。この時に安倍さんスッと見ますね。はい。はい、カット。はい。はい。はい、カット。セリフまでの時間、カット割り、カメラアングルなどあらゆる角度から考え、よしこの位置を導き出します。だったら窓辺の方がいいかもしれないね。座って言うよりって。難しい。ここで私が死ぬだろう。じゃあ誰にしますかね。本番が始まります。はい、本番です。はい、本番。よーい。はい。まさか40年も住むことになるなんて思わなかったわね。すいませんね、解消なしの息子で。私が死ぬだろなんだよ、急に縁起でもないこと言うなよ。う。いや、縁起とか関係なくいつか必ず死ぬじゃない。多分ここでさ。またどっか具合悪いの？そうじゃないけどさ。あんた、私がだんだん弱っていくのちゃんとそばで見ときなさい。私は海より深く人を好きになったことなんてこの年までないけどさ、それでも生きてんだよ、毎日楽しく。
ないから生きていけんのよ。こんな毎日を。それでも楽しくね。複雑だな。単純よ。人生なんて単純よ。私今すっごくいいこと言ったでしょ。ね、今度のあんたの小説に書いていいわよ。メモしなさいよ。はい、カット。はい、カット。オッケー。オッケーです。はい。幸せ。終わるか。こうポンって終わっちゃっていい感じかもしれない。亮太のアップで終わりにして仏壇の線香に飛ぶっていう流れにしようかなと思います。はい。これで今で、はい、終了です。ありがとうございました。とても重要なシーンがいいシーンだったと思います。ありがとうございました。はい、長い映画だった。さっきので OK。あ、そうですか。どうもどうも。とても良かった。そんなことはないけど。一番このシーン。このシーンが一番好きな。あ、ごめん、これをとにかくね。もうね。ここに向かって。そうなの。ほら、あんまりこう、もっと楽しくするとね。あれだってね。よかったです。ちょっと悩みましたけども、私が死ぬだろうを窓際に持ってったのも多分良かったと思いますし。そうですね。こういう感じも。はい。お父さんのこと言ってくるのちょっとごまかしてっていう感じで、やっぱりそれはやっぱり作り手が知ってるのと知らないのとで違うんじゃないんですかね。いや、難しいよ、難しい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。お礼じゃなくていい。今日悩みましたけど大満足で。どこが？負けた海よりもまだ深くはいよいよクランクアップを迎えようとしていました。はい、カット。はい、僕は OK です。で、阿部寛さん全編終了になります。お疲れ様でした。撮影が終わると監督は編集に入ります。そして作品は仕上げのスペシャリストたちの手へと渡っていきます。監督が編集したデータをもとに小原さんがワンカットずつつないでいきます。デジタル化が進み、このフィルムの作業自体が今ではほとんど見ることができません。つなぎ終わったフィルムを上映用に再度デジタル化して絵は完成です。そして音の作業。現場音にさらに効果音を加えることで映画の音響に厚みと奥行きを出していきます。なんだドキュメンタリータッチみたいな感じなんで、現場で撮った音が要は一番いい状態っていうかで、効果音も、絵にあった音は全部つけるんですけど、それが、効果音つけましたってなるといらないですっていう。監督も好きな音があって多分
そういう音に対しては要はリアルよりもこう出してくるっていう。今日よろしくお願いします。撮影から半年後、久々の再会です。小さくなってるから。俺の声が変わっちゃった。声が変わっちゃった。声がなんだよ。アフレコできないじゃん。アフレコできないよ。声が繋がらないです。それ全部慎吾にやるよ。いいの？いいよ。はい。どうでしょう、鶴巻さん。はい。いいですか。はい。はい。はい、これいただきました。OK です。夏終わって、でもいやまだか7月ぐらいからちょうど撮影終わったぐらいから。お疲れ様でした。今度会ったらこんなでかくなってた多分。1年後ぐらい。びっくりした。いい子に育ったら。お母さんの反抗してんだろまだ。うんじゃねえよ。まあ今しょうがねえな。今反抗期。いいじゃない。お疲れ様でした。ありがとう。転ぶなよ。ダビングは別々に録音されたセリフや効果音、音楽を一つにまとめる作業。これが映画制作の最後の工程になります。